皆さんこんにちは。ゆるいざ IT チャンネルです。今回は情報処理安全確保支援士というサイバーセキュリティ関連の国家資格があるんですけど、そちらの過去問を解説していきたいと思います。こういうのって一人で勉強してると色々と誘惑が多くてやる気がそがれていくと思うので、一緒に解いて頑張りましょうっていう感じの動画になってますね。試験内容の解説ではあるんですけど、インフラとかセキュリティ関連のスキルアップにもつながるので、よければ最後までお付き合いください。まず第1問になりますね。デジタル庁、総務省及び経済産業省が策定した電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト、クリプトレック暗号リストに関する記述のうち適切なものはどれか。ということで初見だと何を言ってるか全く意味がわからないと思うんですけど、ポイントになるのはクリプトレック暗号リストっていう用語になりますね。クリプトレック暗号リストっていうのをざっくり説明すると、クリプトレックっていう日本の電子政府システムが使う暗号化の安全性を評価しているプロジェクトがあるんですけど、そのプロジェクトが策定している暗号化リストのことになりますよと。電子政府システムっていうのはオンラインの行政手続きのこととかを指していて、マイナンバーの処理とかっていうのもこれに含まれていますね。元の平文の状態でやり取りすると個人情報の漏洩とかっていう危険性があって危ないんで、暗号化して安全にやり取りしますよってことですね。そういったことに使う暗号化リストっていうのが3つに区分されていて、試験ではこの3つのリストの違いがよく問われたりしますね。その3つの暗号化リストっていうのがですね、1つ目が電子政府推奨暗号リストになりますね。これはですね、これから新しくシステムを作るならこれを使ってねっていう、最も推奨されている最新の暗号化リストになりますよと。2つ目が推奨候補暗号リスト。これはですね、安全性や性能は確認されているけれど、まだ実績とかが少なかったりで、将来的にはさっき言った最新の推奨リストへ昇格する可能性があるリストのことになりますよと。で、3つ目がですね、運用監視暗号リスト。これはですね、昔推奨されていたけれど、技術とかの進歩で安全性が怪しくなってきた暗号化リストで、既存システムとの互換性を保つためとかで、どうしても必要な時だけ使っていいよっていう、あんまり推奨はしないですよっていう、そういった暗号化リストになってますね。なんで優先度順に01、02、03っていうみたいな感じで、3つの役割をイメージしておくと、選択肢の引っ掛けに騙されにくくなるかなと思いますね。ということで、この問題の答えはうになります。クリプトレック暗号リストにおける推奨候補暗号リストとは、安全性及び実装性能が確認され、今後電子政府推奨暗号リストに掲載される可能性がある暗号技術のリストであるが答えになりますね。ということで第2問になりますね。パス・ザ・ハッシュ攻撃はどれか。この問題はですね、パス・ザ・ハッシュ攻撃が何かっていうのがポイントになりますね。パスは渡すとか送信するっていう意味で、ハッシュっていうのはハッシュ値のことになるんで、パス・ザ・ハッシュっていうのはハッシュ値を渡すとか、ハッシュ値を送信するって感じの意味合いになりますね。ハッシュ値っていうのが何かっていうと、もともとあるデータをハッシュ関数を使ってランダム化した文字列のことですよと。例えば通常のログインするときの流れで見てみると、まずはログインするときにユーザーが平文のパスワードを入力しますよと。その後サーバー側では入力されたパスワードをハッシュ化して、ハッシュ値を生成します。そこで生成したハッシュ値とユーザー情報に登録してあるハッシュ値が一致すれば認証成功ってことになりますよと。ただですね、システムによっては利便性を優先してパスワードのハッシュ値そのものを認証情報として送信すればログインできてしまうっていう仕様があったりするんですよね。要するにパスワードがなくてもハッシュ値さえあればログインできてしまいますよと。なのでパソコンに不正アクセスして盗んだハッシュ値とかマルウェアに完成させて盗んだハッシュ値があればパスワードがわからなくてもログインできてしまいますよと。そういったハッシュ値をそのまま送信して不正ログインする攻撃のことをパス・ザ・ハッシュ攻撃と言います。ということで答えは「い」になりますね。パスワードのハッシュ値だけでログインできる仕組みを悪用してログインするが答えになりますね。それじゃ次は第3問になります。シングルサインオンの実装方式の一つであるサムル認証の流れとして適切なものはどれか。この問題はシングルサインオン SSO とサムル認証が何かっていうのがポイントになりますね。一つ目のシングルサインオン SSO っていうのは1回のユーザー認証を行うだけで連携している複数のシステムやクラウドサービスに自動的にログインできる仕組みのことになりますよと。例えば会社のパソコンを開いて一度 Windows にログインすれば、その後はメール、Outlook とか、チャットですね、Teams とか Zoom とかですね。あとは会社で使っている基幹システムなんかを開くたびにパスワードを入力しなくてもそのまま使える状態になるのがシングルサインオン SSO っていう仕組みになりますね。ポイントの2つ目にあるサムル認証っていうのは異なるドメインのサービス間でもシングルサインオンを実現するための標準規格になりますよと。ちょっと分かりにくいんですけど、サムル認証の処理を図にするとこんな感じになりますね。IDP っていうのはユーザーの身元確認を行うシステムのことになりますね。例えば Google アカウントとか Microsoft のエントラ ID とか、そういったアカウントなんかを扱うシステムのことになりますね。SP っていうのはユーザーが利用したい実際のサービスになりますね。例えば Teams とか Zoom とか Slack とか、そういったものがあると思うんですけど、そういったサービスを指しているのが SP になりますよと。あとですね、図には記載がないんですけど、アサーションっていうこの人は間違いなく〇〇さんですよっていう XML 形式の証明書があるんですけど、こういったものを発行するのも IDP の役割になりますね。図に記載してある流れの通り、ユーザーとか IDP とか SP の間でいろいろなやり取りがされるんですけど、最終的にそのやり取りが完了すると認証 OK になりますよと。問題の回答として重要なのは今し方説明した IDP とか SP とかアサーションになるので、この要素が含まれている選択肢が回答になりますよと。ということで答えは「あ」になりますね。IDP が利用者認証を行い、認証成功後に発行されるアサーションを SP が検証し、問題なければクライアントが SP にアクセスするが答えになりますね。
次は第4問になります。ハッシュ関数の性質の一つである衝突発見困難性に関する記述のうち適切なものはどれか。ということで、この問題も初見だと何を言っているのかさっぱりだと思うんですけど、ポイントとしては問題文にあるハッシュ関数の性質っていう部分になりますね。ハッシュ関数っていうのはさっきも出てきたハッシュ値を作成するために使う要素になるんですけど、このハッシュ関数には3つの性質があってですね、1つ目は現像計算困難性ですね。意味としてはハッシュ値から逆算して元のメッセージを見つけ出すのは非常に困難である。要するにランダム化されたハッシュ値から逆算して元の平文を見つけ出すのは非常に難しいですよと。2つ目が第二現像計算困難性。意味としてはメッセージ A のハッシュ値があった場合、これと同じハッシュ値になるメッセージ B を見つけるのは非常に困難である。要するにメッセージ A のハッシュ値と同じになる別なメッセージ B を見つけるのは難しいですよと。3つ目が衝突発見困難性。意味としてはですね、とにかく何でもいいので同じハッシュ値になる異なる2つのメッセージを新しく見つけ出すのは非常に困難である。さっきの丸2と同じような感じになるんですけど、たまたま作った異なるメッセージが、同じハッシュ値になるっていうのはかなり難しいことですよと。そんなようなことを言っているものになりますね。ハッシュ関数には今言ったような3つの性質があるんですけど、その中でも今回聞かれているのは3つ目の衝突発見困難性になりますね。ハッシュの世界では異なるデータから偶然同じハッシュ値が生まれてしまうことをコリジョン衝突って呼んだりするんですけど、このコリジョンを意図的に引き起こすのが難しい性質を衝突発見困難性って呼びますよと。いろいろとややこしいんですけど、今言った内容を選択肢と照らし合わせると答えは A になりますね。衝突発見困難性とはハッシュ値が一致する2つの元のメッセージの発見に要する計算量が大きいことによる発見の困難性のことであるが答えになりますね。次は第5問になります。DNS に対するカミンスキー攻撃への対策はどれか。この問題はですね、DNS に対するキャッシュポイズニングの攻撃方法が理解できていれば解ける問題になっていますね。カミンスキー攻撃っていうなんかよくわかんない用語が問題文に含まれているんですけど、カミンスキー攻撃が DNS に対するキャッシュポイズニング関連の攻撃ですよっていうざっくりした情報が頭に入っていれば大丈夫かなと思いますね。ちなみにキャッシュポイズニングっていうのは、悪意のある攻撃者がキャッシュサーバーに対して偽の IP アドレスを送り込んで、キャッシュされている、保存されている情報を書き換えてしまうっていう攻撃になりますね。その攻撃が成功すると、一般のユーザーが正しい URL を入力しても、その URL に紐づく IP アドレスが書き換わっているんで、偽のサイトに誘導されてしまうっていう流れになりますね。このあたりの DNS 関連の説明は過去の動画でも解説していますので、詳しく知りたい方はそちらをご参照ください。問題を解くためには、攻撃者がどうやって偽の IP アドレスをキャッシュサーバーにかませるかっていうことになるんですけど、まず攻撃者はターゲットのキャッシュサーバーに対して、example.com の IP アドレスは何ですかっていう適当な問い合わせを実行しますよと。次にキャッシュサーバーは example.com の IP アドレスを知らないので、上位の DNS サーバーに対して問い合わせに行くんですよね。この時キャッシュサーバーの動きとしては、ランダムなトランザクション ID、例えば12345と自分の送信元のポート番号をセットにして送りますよと。トランザクション ID と送信元ポート番号をセットにして、example.com の IP アドレスは何ですかっていう問い合わせに行くんですよね。ここで攻撃者がキャッシュサーバーに対して偽の IP アドレスをかませるためには、今言ったトランザクション ID と送信元のポート番号が必要になりますよと。その2つの情報をゲットするために攻撃者はですね、上位の DNS サーバーが正しい答えを返してくるより先に、キャッシュサーバーに対して偽の返答を大量に投げつけるんですよね。私のトランザクション ID は1番です。example.com の IP アドレスはペケペケですみたいな、そんなような返答を投げつけますよと。そこで投げた情報が違ければ、キャッシュサーバーから何も応答がないので、次の返答を投げますよと。トランザクション ID は2番です。example.com の IP アドレスはペケペケですみたいな。またさっきと同じように投げた情報が異なれば、キャッシュサーバーから何も応答がないので、次の返答を投げますよと。こういったやり取りを正しいトランザクション ID の12345がヒットするまで繰り返すんですよね。あとは正しい送信元ポート番号が分かればってことになるんですけど、以前はですね、キャッシュサーバーから上位の DNS サーバーに対して問い合わせを行う時の送信元番号って53まで固定だったりしたんですよね。全ての DNS サーバーがそういうわけではなかったんですけど、比較的その53番っていうポート番号が使われていましたよと。そうするとトランザクション ID さえ分かれば攻撃が成功してしまうっていう状態だったんで、比較的攻撃が成功しやすい状況でしたよと。今現在は問い合わせに対する送信元のポートはランダムにするっていうのが推奨されているんで、攻撃者がトランザクション ID と送信元ポート番号を特定するためには、トランザクション ID が65535通り、ポート番号が65535通りあるんで、だいたい43億通り試さないとヒットしないんで、該当するトランザクション ID とポート番号を特定するのはほぼ不可能に近いんで、そういったことからポート番号をランダムにするっていうのが推奨されていますよと。今説明した流れを考慮すると答えは U になりますね。問い合わせ時の送信元ポート番号をランダム化することによって DNS キャッシュサーバーに偽の情報をキャッシュされる確率を大幅に軽減させるが答えになりますね。次が第6問になります。デジタル証明書に関する記述のうち適切なものはどれか。この問題はデジタル証明書が何のためにあってどのように使われるのかっていうのがポイントになりますね。基本的にデジタル証明書の主な役割としては2つあってですね、1つ目がウェブサイトの身分証になりますね。ユーザーがアクセスしたウェブサイトが本物であることを証明する身分証明書の役割を果たしますよと。例えばこんな感じで HTTPS のサイトであればブラウザーで確認することができるんですけど、今見てもらっているのがデジタル証明書になりますね。自分のサイトは本物ですよっていう証明をする身分証になりますよと。2つ目が
鍵を使った通信の暗号化になりますね。公開鍵とか秘密鍵とか共通鍵といった用語を聞いたことがあるかもしれないんですけど、これらの鍵を使った受け渡しをすることで安全な通信を実現していますよと。鍵を使ったやり取りっていうのがちょっとややこしいんですけど、ネットショップなんかのウェブサイトにアクセスした時の流れで見てみると、まずステップ1として証明書の受け取りをしますよと。最初にウェブサイトに接続した時にウェブサーバーから PC 宛てにデジタル証明書が送られてきます。 PC というかブラウザ宛てに送られてきますよと。この証明書の中にはウェブサーバーの公開鍵って呼ばれる鍵が一緒に入っているんですよね。ステップ2が共通鍵の作成になりますね。 PC 側で共通鍵って言われるものを作成しますよと。この後のデータの暗号化で使用する鍵になるんですけど、そういった鍵を作成しますよっていうのがこのステップになりますね。でステップ3で共通鍵を公開鍵で暗号化して送ります。ここからちょっと鍵がいろいろと出てくるんですけど、まずはステップ2で作成した共通鍵をウェブサーバーからもらった公開鍵を使って暗号化してウェブサーバーへ送りますよと。要するに共通鍵を公開鍵を使って暗号化するっていうことですね。でステップ4でウェブサーバーが受け取った共通鍵を秘密鍵を使って開けますよと。ウェブサーバーとしてはもともと秘密鍵っていうものを持っているんで、その鍵を使って暗号を解いて、ユーザーですね、 PC から送られてきた共通鍵を安全に取り出しますよと。まとめるとですね、秘密鍵と公開鍵っていうのはセット扱いになるんで、公開鍵で暗号化したものを秘密鍵で複合化できるってことになりますね。今回だと共通鍵になりますね。それを秘密鍵で複合化できるっていうことになりますね。これでウェブサーバーと PC 間で同じ共通鍵を持つことができたので、その鍵を使って安全な通信ができますよってことになりますね。今説明した内容を踏まえると答えは E になりますね。 TLS、安全な通信になりますね。 TLS においてはデジタル証明書は通信データの暗号化のための鍵交換や通信相手の認証に利用されるが答えになりますね。次は第7問になります。ブロック暗号の暗号利用モードの一つである CTR センターモードに関する記述のうち適切なものはどれか。この問題はブロック暗号と CTR モードが何かっていうのが問題を解くポイントになりますね。ブロック暗号っていうのは暗号化方式の一つになるんですけど、データを一定の長さですね、ブロック単位に区切って暗号化する方式のことになりますよと。AES とかカメリアとか少し古い方式だとトリプルデスとかあると思うんですけど、そういったものがブロック暗号を使った暗号化方式になっていますね。ただですね、そのままブロック暗号で暗号化すると同じ平文から同じ暗号文ができてしまうんですよね。ちょっとですね、セキュリティの観点からすると弱いですよと。例えばですね、A さんが12345を暗号化しても ABCDE になるし、B さんが12345を暗号化しても ABCDE になってしまうんで、時間はかかるかもしれないんですけど、暗号文から元の情報が推察できてしまいますよと。そういったセキュリティ的な弱点があるので、安全に暗号化するための手順である利用モードがいくつか考えられたんですけど、その一つが CTR センターモードになりますよと。この CTR モードを使った暗号化の流れを簡単に説明すると、まずはカウンターの準備をするんですよね。12345とか、ABCDE とか、何でもいいんですけど、そういった増えていくものをカウンターとして用意しますよと。その次にキーストリームの生成をするんですけど、今用意したカウンター値を暗号化してランダムな文字列のようなものを作るんですよね。このランダムな文字列のことをキーストリームって呼びますよと。鍵ストリームっていうことですね。最後にですね、排他的論理和を使って暗号化します。用意した平文ですね、データになるんですけど、これをさっき作ったキーストリームを使って排他的論理和っていう計算方法で暗号化することで暗号文が完成しますよと。この一連の流れが CTR センターモードになりますよと。排他的論理和の計算方法って何ですかっていう方もいると思うので、ちょっと簡単に説明するとですね、ご存知の方も多いと思うんですけど、まずは前提としてコンピューターの世界のデータは全て0と1でできていますよと。排他的論理和の計算ルールっていうのは大まかには1つだけで、2つの数字を比べて同じ場合は0になりますよと。異なる場合は1になりますよと。計算する上でそういったルールがあるんですよね。例えば0と0を比較すると、これは同じ値なんで0になりますよと。で、これと同じように1と1を比較すると、これも値としては同じなので答えは0になりますね。逆にですね、0と1を比較すると、これは値が異なるので1になりますよと。また同じように1と0を比較すると、これも値としては異なるので答えは1になりますね。このような感じで片方が1の時だけ1になるので排他的論理和っていう風に呼ばれていますよと。じゃあこの仕組みを使ってどう計算すると暗号化されるんですかってことなんですけど、元々あるデータを1010と仮定したとして、計算に使うキーストリームを1100とします。これを排他的論理和で計算すると、1桁目が1と1なんで、これは値が同じなんで0になりますね。で、2桁目が0と1なんで、値としては異なるので1になりますね。3桁目は1と0になるので、値が異なっているんで1になりますね。で、4桁目が0と0になるんで、これは値が同じなので0になりますね。という感じで計算すると、暗号文としては0110っていうものが完成しますよと。これが排他的論理和を使った暗号化ってことになりますね。今回は桁数が少ないんで、こんな感じで簡単に求められるんですけど、本来であればすごい膨大な数のデータですね。それが計算されて、そこから暗号文っていうものが作られますよと。複合ですね。解読するときは今と逆の手順を踏めばいいので、暗号文とキーストリームの排他的論理和で計算すると、元のデータに戻るっていうことになりますね。ちょっと説明が長かったんで混乱したかもしれないんですけど、今説明した内容を踏まえると答えは「あ」になりますね。暗号化と複合の処理において出力は入力されたブロックとキーストリームとの排他的論理和であるが答えになりますね。
次は第8問になります。政府情報システムのためのセキュリティ評価制度に用いられる ISMAP 管理基準が基礎としているものはどれか。この問題はですね、用語の暗記問題になるので、解説するっていう感じではないんですけど、ポイントとしては問題文の ISMAP 管理基準っていうのが、日本政府のクラウド調達とセキュリティ監査協会に関するキーワードっていうことが頭に入っていれば OK ですね。問題としては消去法でもいいかなとは思うんですけど、選択肢 A は NIST っていうアメリカの研究機関が定めたアメリカ政府の基準になるので、これは日本政府と関係のない基準になるので、答えとしては違いますね。選択肢 E は PII っていう個人を識別するための情報をクラウド事業者がどう扱うかってことを定めたものになるので、これも日本政府とは関係ないことになるので、答えとしては違いますよと。選択肢の個人情報保護マネジメントシステムの要求事項っていうのは、これは PMAC のことを言っているので、その時点で不正解っていうことが判断できるかなと思います。ということで答えは A になりますね。日本セキュリティ監査協会クラウド情報セキュリティ管理基準が正解になりますね。次が第9問になります。NIST サイバーセキュリティフレームワーク、重要インフラのサイバーセキュリティを改善するためのフレームワーク 1.1 におけるフレームワークコアを構成する機能はどれか。選択肢を見てわかる通り、この問題も用語の暗記問題になりますね。一つ前の問題でも出てきたんですけど、NIST っていうアメリカの技術研究機関が発行しているサイバーセキュリティフレームワークの5つのコア機能が何かっていうのが正解になりますよと。5つのコア機能っていうのは識別、防御、検知、対応、復旧になるので、答えとしては U になりますね。次は第10問目になります。和風におけるフォールスポジティブに該当するものはどれか。この問題は和風のフォールスポジティブがどういった意味かっていうのがポイントになりますね。問題文に出てきた和風っていうのは、Web アプリケーションファイアウォールの略で、ウェブサイトに対する SQL インジェクションとか、クロスサイトスクリプティングなんかのサイバー攻撃から守ってくれるファイアウォールのことになりますよと。あとはフォールスポジティブは何かっていうことになるんですけど、用語の意味としては、フォルスとポジティブを組み合わせた単語のことになるんですよね。要するに true、フォルスとポジティブ、ネガティブのことになりますよと。この用語は何かっていうと、和風の検知パターンに照らし合わせることができて、その組み合わせによっていろいろと意味合いが変わってきますよと。一応ですね、4つの単語の意味としては、true が正しい判定をしました。フォルスが間違った判定をしました。ポジティブが攻撃を検知して遮断しました。ネガティブが正常な通信だったので通過させました。そういった意味合いのものになるんですよね。今説明した単語をパターンごとに組み合わせると、4パターンの組み合わせが完成するんですけど、1つ目が true ポジティブになりますね。意味としては正しい攻撃と判断して通信を遮断しました。2つ目が true ネガティブになりますね。意味としては正しく正常と判定して通信を通過させました。3つ目がフォールスポジティブになりますね。これが問題となっているフォールスポジティブになるんですけど、意味としては誤って攻撃と判定して通信を遮断しました。要するに和風が間違って検知しちゃいました。誤検知したってことになりますね。4つ目がフォールスネガティブになりますね。意味としては誤って正常と判定して通信を通過させてしまいました。要するに本来遮断すべき通信を間違って通過させちゃいましたってことになりますね。といった感じで4つのパターンに分類されるんですけど、先ほども言ったように選択肢の中から誤検知に該当する答えを探せば OK ってことになりますよと。ということで答えはAになりますね。HTML の特殊な文字列、小なりを検出したときに通信を遮断するように和風を設定した場合、小なりなどの数式を含んだ正当な HTTP リクエストが送信されたとき、和風が攻撃として検知し遮断するが答えになりますね。正当な HTTP リクエストが送信されたのに遮断されてしまったってことになるので、誤検知ってことになりますね。ということで、長くなってもあれなんで、今回の解説としては以上にしたいと思います。需要があれば次回続きをやっていこうと思うので、その際は良ければまたご視聴いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。